眼科医の平松です。今日は毎日緑茶を飲み続けるとどうなるか。これ結構研究論文が出てるんですね。そこでそれをまとめてギュギュッとして皆さんに見ていただければと思います。まずこれご覧になってください。全脂肪の低下。死亡しづらくなってくるってことですね。さらには不安が軽減する。注意力。記憶力もアップしてくれるんですよ。だから脳にいいっていうイメージですよね。そして体重が落ちてくれる。マイナス 1.78 キロ。結構な体重ですよね。これ、いわゆる緑茶を飲んだだけですよ。激しい運動とかそういうのなしでって感じです。さらには、コレステロールが減ってくれる。体でコレステロールがあると、心臓良くないですよね。それに対して減らしてくれる。血圧も下げてくれる。3.53。結構下げてくれるですね。っていう効果。さらには、癌に対しても効果があるんじゃないかっていうような研究があるんです。ちょっと細かい言葉で言うと、炎症を抑えてくれたり、心臓を保護してくれたり、認知機能の改善をしてくれたり、炭水化物の代謝、これは甘いものとか、お米とか食べ過ぎたのを良くしてくれる。こんなような効果が言われているので、具体的な論文を見ながら皆さんとお話ししていこうと思います。じゃあ、1個目、脂肪ですね。簡単に言ってやっぱり人間生きていることが一番重要ですね。命あってのものだね、なわけなんで、2015年、JPHC スタディって言って、日本の研究で9914人の日本人を対象とした研究です。緑茶を取ることで全死亡率が低下したっていうような研究が出てきました。0杯から1杯、だからつまり緑茶飲むか飲まないかっていう人を1とします。1より上になれば死亡率が高い。1より下になれば死亡率が低いと言えるわけですね。そうすると、1から2杯ぐらい1日に飲む男性が 0.96。だから 4% ぐらい死亡率が低下した。一方、女性ですと 0.9。つまり 10% ぐらい死亡率が低下したっていうんですよ。結構ですよね、10% って。さらには3から4杯飲むと、男性はさらに低下して 0.88。つまり 12% も死亡率が低下して、女性は 0.87。つまり3、4杯だと、男女差ほぼないって感じですよね。12、3% ぐらいの死亡率を低下させたってことですね。そして5杯以上飲んでると、男性 0.87、女性 0.83。だから女性はさらにって感じで 17% とかになってきます。トータル男女問わずで言うと、3、4杯飲めるといいのかなと。女性とかであると、5杯以上飲んでみるのもありかなっていうのが、この研究から言えるわけです。でも、緑茶ってカフェイン含まれてるから、あんま飲んじゃいけないんじゃないのっていうことについては、後でカフェインの含まれてる量とか、飲み方とか、そこら辺についてお話しするので、そっちも聞いていただければと思います。じゃあ、1個目、死亡率を低下させ、さらには不安を軽減。認知機能や注意力を上げてくれる。これは2017年のシステマティックレビューといって、比較的信頼できる研究形式ですね。システマティックレビューって何なんかっていうと、私一人がなんか研究しましたってんだけだと、僕が適当なことをしてるかもしれないじゃないですか。だから、たくさんの人の研究を持ってきて、全部を見比べてみると、こういう傾向が言えるのねっていうのをシステマティックレビューっていうものなんです。今回の研究だと21件の研究論文を元にしてやられたものになります。そうすると不安が落ち着いてくる。ドキドキしたり嫌だなっていう。お茶飲むと落ち着くっていうのを感じる方いません？これが不安軽減になってきます。さらには注意力、記憶力が向上する。だから勉強するとか、そういうのにもいいですよね。実際僕子供の頃結構お茶親に飲まされてたっていうかな、出してくれてて、好きで飲んでたんだけど。だから、記憶力とか、そういうのでは良かったのかなって思います。何が良かったのかというと、カフェインプラス、テアニンというのが、この記憶力、不安とか、そして作業効率の上昇に良かったっていうふうに言われてます。カフェインは聞いたことありますよね。興奮したりとか、眠れないとかって言ったりとか、活力の源みたいに言われたりする。これがカフェイン。テアニン、聞いたことがない人もいると思います。聞いたことがある人でいると、睡眠のサプリとかでテアニンがあったりする。実際、目の方でも、テアニンの研究はされていて、網膜血管のダメージを抑えるってことが言われてます。
網膜血管っていうのは、目の奥にある網膜というのの血管がダメージ受けるのを抑えてくれるってことですね。これは2008年の研究です。テアニンの投与による抗酸素負荷ラットと網膜血管新生への影響ということで、ラットの研究ではあるんですけども、平松らの研究によって行われているっていう、僕の研究なんですけども、日本眼科学会雑誌っていうのに載ってるので、興味ある方はちょっと見ていただければっていうふうに。つまり、テアニン、リラックス効果がいいと。さらには、テアニンとカフェインの組み合わせがいいよっていうのは、2021年のシステマティックレビューでも、認知機能にもいいって言われています。認知症とか、そういうのですね。あとは多動性、落ち着きがないよとか、そういう人にも、テアニンとカフェインの組み合わせはいいと言われているので、落ち着きがなかったり、注意力が散漫になったり、記憶がしづらいな、とか、そういう人にとって、効果的だと言える。だから、神経系とかにいいので、さっきの網膜にいい。ひいては、緑内障などの神経系の不安がある人にもいいんじゃないかなって言えるわけです。ということで、死亡率抑えて、さらには神経系や落ち着き、不安とかにもいいですよ。血圧とか体重とか、いわゆる体の方のメタボ系にもいいわけです。それが2020年だね、のシステマティックレビューという研究で、体重が 1.78 キロ減ったっていう研究があります。これは緑茶を飲むだけで基本的には良くなったものなので、非常に効果的だなと思います。さらには同じ2020年のシステマティックレビューでも3321人を対象とした31件の研究をもとにやったものでは、総コレステロール全体ですね、が 4.66 減って、LDL コレステロール、いわゆる悪玉コレステロールが 4.55 減るってことで、悪玉をがっちり抑えてくれる、非常にいいような効果も期待できるってことです。さらには血圧を下げてくれるっていうのが同じ2020年のシステマティックレビュー408人を対象とした研究で、血圧を 3.53 下げてくれたっていう研究もあるし、2016年の、システマティックレビューでも血圧を下げたっていう研究があって、血圧を下げたり、体重を抑えたり、コレステロールを抑えたりってことで、いわゆるメタボ系にはいいことずくめっていうイメージありますよね。これは何なのかっていうと、カテキンっていうもんです。カテキンっていうのは聞いたことがある方もいると思います。緑茶で、菌に勝てとかって言ったんですけど、そういう意味じゃないらしいんですけどね。昔大学の教授がそんなこと言ってたけど、で、カテキンっていうのは実際4つ、エピガロカテキンガレートとか、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピカテキンなどからなるもんなんですけど、これ全然覚えなくていいです。要は、カテキンとかってついてれば、体にいいんだなぐらいなイメージでよくて、特に体の何にいいのかっていうと、メタボ系に対応できる。血圧を抑えたり、体重を抑えたり、コレステロールを抑えてくれるから、血管系にもいいんですよってことです。なぜカテキンがそういうふうにメタボ系にいいのか。それはカテキンがフリーラジカルを中和すると言って、簡単に言って、外敵から来るダメージを消去してくれるっていうのがあるんです。特にメタボ系の人っていうのは、よく脂肪とかが乗っていて、そういうダメージが大きくなりやすい。それを抑えてくれるんですね。さらには酵素の活性を高めたりとかして、抗酸化作用を、持ってくるということで、非常に効果的だなっていうふうに思えるわけなので、カテキンっていうのは、いいですよと。で、カテキンはさらにいい効果として、癌を抑えるんじゃないかっていう研究もあります。これが2017年のシステマティックレビューね、比較的信頼できる研究で、前立腺がんのリスクを飲むほどに下げてくれるんじゃないかって言われてる。前立腺がんは男性の方のね、癌になるもんですね。比較的、一般的な癌かなっていうふうに思います。そして、2019年のシステマティックレビューでは女性ですね。14,058 人の乳がんの患者さんと 15,043 人の普通の方を調べてみると、やっぱりお茶を飲んでいる方の方が乳がんの発生率が低かったっていうような結果が出てます。つまり、男性であろうと女性であろうと、がんの発生を抑制する意味でも、お茶が効果的。で、その効果は先ほど言ったカテキンになってくるんですね。がんって何なのっていうと、通常ね、人間の細胞ってね、毎日こうやって生え変わって肌ができて、いろいろなってくるわけですけど、そこに普通の細胞増えてくれればいいんだけど、変な細胞がめちゃくちゃ強烈に増えちゃうんですよ。で、普通肌って、肌がもごもごってなることないじゃないですか。でも、がんって、とどまることを知らずにどんどん大きくなろうとするんですよ。だからがんって大きくなって、腫瘍を摘出するのが大変だとかって言うんですけど、こういうふうに増殖、めっちゃ増えることが多いわけ。これを抑えてくれる。そして、
アポトーシスって言うんですけど、要は増えすぎたらいけないので、皮膚とかもあるところで細胞は死んでくれて、で新しい細胞が出てくるっていう、こういう流れがあるんですよね。このアポトーシスって言って自分で自分を抑え込むっていうかね、自死するというかね、そういうようなものがあるんです、細胞には。それを誘導してくれるので、癌細胞が増えて悪くなるのを抑えてくれるんだなっていうふうに言われてます。そして、炎症を抑えてくれる。目で言うとブドウ膜にいろんな病気ありますけど、炎症性サイトカインっていうのを抑制してくれるっていう研究もあります。ただこれは動物実験レベルなんで、先ほどから言っている癌とか血圧とか注意力とか全脂肪とかっていうのは人間の、それも結構大きい研究なんで、比較的ガチって感じですけど、抗炎症に関しては、そういうのもあるよねって感じですね。また、心臓を保護してくれる。さっきのカテキンの効果っていうのもあります。さらには、ルチンっていうのも含まれていて、これが血管を良くし、心臓を良くしてくれると言われています。ルチンっていうのもなんか聞き覚えないですよね。ルチンっていうのは蕎麦によく含まれているものです。特に脱炭蕎麦っていうのに含まれてるんですけどね。お蕎麦毎日食べるとどうなるのっていう動画もあるので、ちょっとそっちも見ていただければと思いますが、ルチンというのはお茶、お蕎麦に含まれてて、ビタミン P とも言われているものです。実際ビタミンじゃないんですけど、ビタミンじゃないんだけど、ビタミンなんだね、こいつって思うぐらい、すごい効くから、ビタミン P って言われているわけなんですよね。ルチンはさらにいいこととして、神経を保護してくれる効果があります。だからこそ、これをよく見てくださっている緑内障の方とかには比較的お勧めしやすいね。まして、お蕎麦だとね、蕎麦アレルギーとかあるけど、お茶だとあんまりないじゃないですか。かつ、お茶だったら毎日取りやすい。毎日毎食蕎麦ちょっときついけど、お茶だったら、別に飲めるよねっていけるわけなんで、そういう意味で、お茶の方が取りやすい。ただ、量としては蕎麦が多いんで、蕎麦もたまに食べてくださいね。さらには、お蕎麦のとこでも紹介したけども、ルチン及び他の栄養素を摂取してあげると、眼圧という目の硬さが下がると言われています。眼圧っていうのは、よく眼科で目の空気当てたりして、目の圧力を測ってるんですけど、それが 10% 下がったとか、はたまた 20% 下がったっていうような研究もあります。目の不快感とかも抑えてくれるっていうところなので、非常に目にも、いい成分じゃないかなっていうのがルチンには言えることなので、お茶っていうね、比較的取りやすいもので、かつカロリーなんてほとんどないもので摂取できるっていうのは非常に効果的だなっていうふうに考えてくださっていいと思います。こんな神経系に効く。だから、認知機能にもいいわけです。認知機能で言うと、認知症とかなっちゃったら嫌じゃないですか。それを抑える意味でも、カテキンが脳のアミロイド β を、産生抑制してくれるっていうふうに言われています。アミロイド β って何っていうと、認知症の中の一部、アミロイド β っていうのが脳に溜まるっていうのが分かっています。なので、それがあんまり溜まんないようになってくれると、認知症になりにくいわけですね。さらにはカフェインとテアニンを、複合したものは炎症を抑えてくれて認知機能にもいいんじゃないかって言われてる。さっき注意力とかにいいって言ったじゃないですか。それと含めて認知機能の改善といいと。さらに、たくさんさらにがあるわけですけど。炭水化物の代謝にいい。炭水化物っていうのはお米、パンとか甘いものですね。っていうものを代謝、つまり、燃やしてくれるっていうことです。カテキンであると、消化吸収自体をあまり吸収し下げないとか、してくれるとか。はたまた、吸収だけではなくて、インスリン感受性を良くするって言って、食べたものの吸収のバランスとか、排出を良くしてくれて、筋肉つきやすくして、はたまた脂肪は抑制しやすい傾向になる。ケルセチンっていうのもお茶には含まれてて、ケルセチンも効果的です。グルコース、いわゆる炭水化物の吸収を抑えてくれたり、インスリンのことにはいいと。ケルセチン、また新しいの出てきたよね。テアニンが出てきたり。ルチンが出てきた。テアニンはもう一回言うと、僕が研究に参加してたものであって、お茶のリラックス効果がテアニンになってきます。だからこそ、テアニン、カフェインを含んだものだと、集中力アップして神経系にいいですよっていうのがテアニン。カテキンっていうのは、体の細胞のダメージを防いでくれるので、メタボ系にいいし、癌にもいいんじゃないかとも言われているものになります。ルチンっていうのは、お蕎麦にもよく含まれているもので、これも細胞のダメージ、血管系にもいいし、神経にもいいということで、緑内障の眼圧を下げる効果があるんじゃないかとも言われているものです。そして、ケルセチン。ケルセチンも神経とか、ダメージを消去してくれる。さらには、
サーチュイン遺伝子を活性化するんじゃないかっていうふうに言われてます。サーチュイン遺伝子、また難しいの出てきたわけだけど、聞いたことある人もいると思うんで、一応出してみました。でサーチュイン遺伝子っていうのは、長寿遺伝子とも言われていて、お腹減った状態ですごい活性化しやすい。だからよく断食ダイエットとか、お腹を減らせると、サーチュインが活性化していいよっていうふうに言うわけですね。でも、お茶だったら、お腹減らなくても、サーチュインを活性して貸してくれるので、長寿にもいいんじゃないかという感じになります。でさらには、ケルセチンはね、じゃあどういうのに含まれるの？さっきルチンは蕎麦とか、ね、言ったけれども。ケルセチンはリンゴ。リンゴ酢、毎日飲むとどうなるかって動画があるので、それも見ていただければと思いますけど。あと、ベリー、ブルーベリーとかね。あと、玉ねぎに含まれている。さらにはニンニクとかにも含まれているので、ニンニク食べるとどうなるかっていう動画もあるので、ちょっとそっちも見ていただければと思います。ただ、ケルセチンはね、そんなデータは強くなくて、いわゆる動物実験系のものが多いので、そんなもんかなと思っていただければと思います。ということで、効果をまずまとめますと、効果で言うと、まず重要なのが全脂肪。脂肪を抑えてくれるね。脂肪っていうのは体につく脂肪じゃなくて、命の方の脂肪ですね。そして、血圧下げたり、コレステロール下げてくれたりとかする。いわゆる体重も下げてくれて、メタボ系にいいんじゃないかっていうことです。癌とかにもいいし、集中力とか、そっちからにもいい、ね。不安とかも抑えてくれる。っていうような効果があり、さらに言っていくと、炎症を抑えて、心臓に、認知機能の改善、そして炭水化物を燃やしてくれて、ダイエット系にいいよねっていうようなことが言えるわけです。じゃあ、お茶ってどういうの？緑茶って言ってもなんかいまいちよくわかんないんだよね。僕も栄養のことはこうやってお話しするけど、お茶の種類っていまいちよくわかってなかったんですよ。で、確認してみたので、ちょっと共有したいと思います。1個目が玉露ですね。いわゆる高いお茶の代表です。玉露っていうのはお茶の芽が出てきて、2、3枚出たらもう光浴びないようにして熟成させるようなイメージです。なので、カフェインもたっぷり含まれるし、さらにはテアニンもたっぷり含まれるっていうのは玉露になります。で、玉露濃いので、そんなに量飲むもんじゃないので、お金も高いから、たまに、午前中にちょっと飲むっていうのはいいかなって思います。ただ、3杯とか飲むのは良くない。せいぜい1杯かな。あとは、煎茶。これが一番よく飲むね。薄い感じのお茶って感じかな。で、番茶。硬くなった茶葉とか茎などを入れてるお茶。で、ほうじ茶。強火でいったようなお茶。僕、子供の頃は、番茶かほうじ茶が家多かったかなって。急須で、うちのおかんが入れてくれて、お茶飲んで、だいたいご飯の時は、番茶またはほうじ茶があって、ご飯食べてたなってイメージがあるし、なんかちょっと落ち着いた時飲むのは、番茶ほうじ茶多かったなっていうのが、僕の記憶ですね。暑い時はね、麦茶が多かったけど、昔ってそうじゃないです。なんか、はい。あとは抹茶ですね。お抹茶。これは、なんかすごいイメージあると思いますけども、一定期間光、これも浴びないで作って。で、そもそもの茶葉もちょっと特殊なんですけど、石臼で引いて、しっかりとした色がついてるやつ。あれが抹茶。そして紅茶はお茶を発酵させて作るっていうので、結構ね、元は一緒なんだけど、いろんなものができているって感じです。カフェイン含まれてるから、お茶、そんな飲んじゃいけないんじゃないの？一番最初の全部脂肪のところで言ったけど、男女ともに2、3杯ぐらい飲むと、いいよねっていう話したと思うよ。3杯から4杯かな。ってなると、ちょっと多いじゃないですか。5杯以上飲んでもいいかもっていうことも言いましたよね。でも、毎日コーヒー飲むとどうなるかって動画を見ていただいたとき、コーヒーにもクロロゲン酸とか、いろんな効果的なのがあっていいんですが、カフェインのことを考えて3杯までってお話ししました。なぜかというと3倍以上になってしまうと緑内障とかのダメージの発生リスクが増えちゃうから。3倍以下だといいんだけど。緑茶だとどうなのっていうと、カフェインはコーヒーだと 100ml に 60mg 含まれてる。でも緑茶だと 100ml に 20g なんですよ。3分の1なんですよ。単純計算ですよ。単純計算でいくとコーヒー3杯でいいんだったら、緑茶だったら9杯までいけるわけですよ。9杯飲みすぎだけど。で、紅茶では 30mg なわけなんで、9杯はいかないけど、それなりに飲めるかな。玉露の場合は逆に 266mg 入りすぎちゃっていうぐらい入ってるので、少量を、しっかりと飲んでいただくっていう感じが玉露、高いしね、いいと思います。だからこそ緑茶であれば、5、6杯も飲んでもいけます。ただ、注意点あります。コーヒーだとね、せいぜい2、3杯だから朝に集中しましょうって言いやすいけど、緑茶とかだとね、他の時間に飲みやすいってところがメリットだけどデメリットあります。夕方以降、緑茶を飲みすぎてしまうと、夜の睡眠が悪くなってしまいます。
だからこそ、できれば2時、最悪5時ぐらいまでには、ちょっと抑えるようにしていただいた方がいい。できればベスト2時。そして、例えばさっき言った3杯飲みましょうって言っても、一気に3杯飲むのはダメです。ちょぼちょぼちょぼって感じで飲んでいただくのがいいです。なぜかっていうと、水分は一気に取ってしまうと目にとってダメージを与えてしまいます。ペットボトル1本のお水を飲むとどうなるかっていう動画があるので、そっちも見ていただければと思いますが、ペットボトル1本お水を飲むだけで目ってすごいダメージ受けるんですね。私で言うと、眼圧という圧力が7上がりました。正常10から20なんで、7ってめっちゃ高いんですよ。これって、眼科でいう眼圧、眼科に行って空気当ててね、測るやつね。あれが上がってしまうので、できれば1回に摂取する水分量はだいたい 200ml 程度に抑えた方がいいです。お茶で言うと1杯 100ml ない程度なので、2杯ぐらいまでは、いけるかなって1回でね。例えば朝、昼とか。で、これで2杯2杯飲んでも4杯いっちゃうわけなんで、ちょぼちょぼって感じで飲んでいただけるといいかなって思います。ということで、お茶はできれば2時まで。そして、こまめに、1杯から2杯までっていう感じで、分割して飲んでいただく。1杯にもいろいろあるので、こんな感じのちっちゃいやつだったら、3杯ぐらいいけるかもしれないし、湯飲みとかだったら、1杯でもちょっと多めなこともあると思うんで、ちょっとそう適宜調整して、100ml 前後から 200ml の間ぐらいっていう風にしていただけるといいかなって思います。で、飲むときは分割して。で、水分摂取自体で言うと、1日だいたい6から8回に分けるといいって言われてますね。午前中とか、お昼過ぎぐらいまではお茶取ったりして、午後からはお水を飲んでいただくとか、炭酸水っていうのも効果的な方法としてある。炭酸水、毎日飲むとどうなるかって言って、炭酸水のダイエット効果とか、その腸の刺激とかの動画もあるので、ちょっとそっちも見ていただければと思いますが、そういう摂取方法もありかなって思います。僕個人としては、やっぱり午前中にお茶を飲んでっていうことが多いかなと思うし、子供の頃からも、よく飲んでたなって思います。お茶のふわーっていうリラックス感っていうのはいいかなと思っているので。ということで、お茶、比較的効果的ですし、非常に目にとって、そして体にとってもいい部分があります。もちろん飲み方だけは気をつけていただきたいですが、ちゃんとやっていればいいものなんで、ぜひ取り入れていただければと思います。他にもいろんな動画あるので、そっちも見ていただければと、概要欄とかコメント欄にそのリンクありますんで見てください。よろしくお願いします。